皆さんこんにちは。ゼルダの伝説のプロデューサーをしていますひげのおじさんこと任天堂の青沼英二です。いよいよ発売となりますゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D。 そのゲームの舞台となりますタルミナの世界を私が実際にゲームをプレイしながら皆さんにご紹介したいと思います。はい、クロックタウンに来ました。クロックタウンはですね、下の画面にマップが表示されてますけど、全部でですね、東西南北4つの領域に分かれています。今私がいるこのハイライトされている部分が南側ですね。真ん中なのに南ってのはよく分かんない感覚があるんですけど、まあ一番印象的なこの時計塔というのがあって、リンクは最初この世界に迷い込んできた時にここからスタートするわけですけど、下の方に行くとこんな櫓が組まれてますね。これお祭りがこれからですねここで開かれる、毎日ちょっとずつこの櫓がですね組まれていくんですね。でどんどん祭りに近づくにつれて、世界がやばいことになっていくという。あとこっちから歩いていってここに門番さんがいますけど、ここを出てくとこの世界の南側に出ていけるというところですね。ちょっと上の方に行きますけども、こう移動していくと、はい、ここになんかこうやたらとこう手招きしている人がいますけど、その人は何をしているかっていうと、はい、お金をね預ける、銀行ですね。ルピーを預ける、下ろす、自分の持ってるルピーをですね、預けたり、ここからお金を引き出したり。このゲームね、自分の稼いだルピーをちゃんとここに預けないとえらいことになりますんで、ゲームの途中でルピーが集まったらここに来てお金を預けてください。ここにフクロウの像があります。これも今回リメイクでですね、新たに追加されましたセーブポイントです。ここでしっかりセーブをしないとこれもまた大変なことになるので、ここをちゃんとやってください。で、北に行ってみましょう。はい、北に来ました。はい、不思議な風船にでぷかぷか浮いている人がいます。これはシリーズのシンクルさんですね。おなじみなのかな、よくわかんないけどあとですね、ここに少年がいて風船を割ってますけど、これジムっていうね少年なんです。彼も非常に物語に重要な関わりを持ちますので、よく覚えておいてください。ここからですね、ずーっと行きます。はい、北から今度は、はい、東に抜けてきました。ここにはですね、町長公邸、この町の、町長さんが住んでいるところがあります。ここに入ってみましょう。受付の人がいます。はい、なんか会議してるみたいですね。で、右の部屋はアルマ夫人がアポなしだと怒られる。普通怒られますけど、ちょっと町長さんのとこ行ってみましょう。ごめん、町長さんじゃなかった町長さんこっちじゃなかったすみません、今のがアルマ夫人ですねこっちは町長さんですね。なんか怪しい音楽が聞こえました。住人が避難してる。避難勧告、何やら怪しい、町長困ってますね。月が落ちてくると思ってるのか。これデマだと言ってますね、この人たちは。やっぱり祭りをやりたいんだっていうね、避難しなきゃいけないっていう人と祭りを実行するっていう人との間にこう挟まれて
長は非常に困っております。嫁さんの話はね、なんかこのスタッフの心の叫びのようなねよくわかんないですけど、そんな街の中大変なことになっていてというようなことがこういう形でわかるわけです。町長公邸を出てずっと来てます。でここまたちょっと広場みたいなのがあるんですけど、ここにね、これオカリナの時にもちょっと出てましたけどね、玉をふわふわする、怪しい表現です。ふわふわしてほしい、ね、こういうちょっとゼルダでいうところのちょっと毒気のあるキャラクターがやたらにたくさん出てきた。これさっき少年ジムっていう紹介しましたけど、ここにまたもう一人同じような少年がいます。彼らはですね、街の中のことをいろいろ調べているボンバーズというね、グループの子どもたちなんですね。で彼らがいろんなことをですね、この街の中の情報を持ってますんで、山里の鍛冶屋は剣を鍛えてくれるなんてのことをいろいろ教えてくれる。出てきましたね。これ情報をいろいろ聞きつけると、今回無地の亀 3D から新たに、手を加えて作った、団員手帳の事件メモというところに新しく事件がですね登録されるんですね。これいつでも見ることができて、スタートボタンを押すとですね、今まで見聞きした事件みたいなものが全部確認できる形になってます。これ今回非常に便利で、この街の中の出来事をいろいろ調べたりすることに非常に有効になりますので、これを使ってですね、街の中の事件をいろいろ調べていってください。でこの東側にはですね、なんかタコのね、看板。このタコといえばゼルダでおなじみのオクタロックですけど、ね、街の射的場、射的です。ミニゲームですね。腕が自信あるないやつ遊んでいけない。結構高いですね、20ルピー。調子に乗ってミニゲームばっかりやってるとお金どんどんなくなってったり、腕に自信のある人はどんどんお金も貯まっていくんですけど、時間があったらここに来て射的をやってみてください。この東側に実はフロックタウンでとっても重要なんですね、鍋釜亭という宿屋が入ってみましょうか。夜になっちゃいました。あと60時間です。やばい。鍋釜亭にようこそ。祭りはね、予約がいっぱいでっていうふうに断られちゃいます。ゴロン族がね、ゴロン族のお客さんみたいですね。非常に意味深なことをね、この、鍋釜亭のアンジュさんというね、人ですけど言ってます。泊まるとですね、なんかいいことあるのかなみたいなことでいろいろやってみようと思うわけですが、そこにはいろいろ工夫が必要で、どうやったらこの鍋釜亭に泊まることができるかみたいなこともダメですね、入れないですね。従業員室入れないんだそうです。やっぱり泊まらないとね、この宿屋の中のことはいろいろ探ることができない。じゃあどうすればいいのかみたいなことはまたゲームの中で。おばあさんが一人いますね。いきなりトータスと言われました。ここにね、今アンジュのおばあさんという人に会ったので、初めて会う人がね、会って話をすると、こうやってこの団員手帳にその人の顔と、それからその人はどういう人なのかで、何に関係している人なのかみたいなことがこの手帳に書き込まれる形になってます。これを使って誰が何に関係しているのかみたいなことを推理していく。
そうすることで今までできなかったことができるようになってくるっていうね。なのでさっきの手帳をうまく使ってこの宿に泊まるにはどうしたらいいのかみたいなことがゲームになってますので、いろいろやってみてください。西側こういうふうにずっとこう階段状の、ね、場所になっていて、ここは何でしょう。マニア。何でしょうマニアとは。わかりますマニアなんて言っても何のことやらない。マニアというね、言葉から来てるわけですよね。何がマニアなのかというと、買い取りましょうかと。高値で買い取る。いろんなものをこう売ったり買ったり、できるところですね。またね寄ってくれよと。実はここはゲームの中でも結構大きなドラマを展開する場所です。何かを手に入れてここにこう売りに来る、その結果として、一つの大きなドラマがまた展開するということになりますので、ここもしっかり場所をよく覚えておいてください。さあ次は、来たる門下生最強の道場行ってみましょうか。剣の腕をね上達させてくれる、シリーズよく剣道場というのがありますけれども、ここにもそういうものがあります。やりません。やってると大変なので。このクロックタウンの街の中のお店に行くとこの牛の像が置かれてるんですね。これはちょっとどこにこの牛の像があるのか探してみてください。こんなとこにも牛の像がという、探したから何か起きるってわけじゃないんですけども、すごいここに怪しいお姉さんたちが今なんか踊ってますね。話しかけても邪魔をするなと言われてあります。この人たちにもあるアイテムがあると絡むことができますので、次こちら宝くじ屋ね、やってみましょうか。ここもダメですね。やっぱり夜はなかなかどこもやってないんで、じゃあもう一回南に戻ります。南に戻ってきました。ちょうどね朝になりましたね。ということは1日、経過したわけです。ここにちょっと階段があるので上がっていってみましょう。洗濯場ってね、ここにねカエルがいたりします。カエルがいるんですけど、カエルですからね話すことも何もできません。ですけどあるアイテムがあるとこのカエルと話すことができて、そこから物語がまた展開します。ここをずっと行くとね入り口になります。入ろうとすると鍵がかかってる。この意味深な何時から何時までとかなくて単に鍵がかかっているというふうにね言われて、これねここも非常に重要なポイントですので、よく覚えておいてください。駆け足でですね、紹介してきましたクロックタウンね、何がどこにあるのか大体お分かりになっていただけたかと思いますけれども、私のダラダラとしたこの語りに長く付き合ってくださった皆さんにですね、ここでとっておきの情報をお伝えしましょう。たくさんのミニゲームがありますので、そこでいろいろ遊んでるとだんだんお金なくなってきます。お金なくなってくるともう全然遊びませんから。でも実はこの町にはですねすごい大きいルピーが眠っている箇所が1個ありまして、これ実は私もですね最近になって知ったんですねなんてことかって話ですけども、そこにちょっと行ってみましょうね。ここは西側ですね。じゃあ東側東側をですね、ここずっとこの階段を上がっていくと、ここに段差があるんで、ここをですね回転しながら行くとピトッとこう止まれるわけですね。でここから向こう側の段差にまた行きたいんですけど、ここはもう絶対通りませんので、このギリギリで行くとよいしょよいしょよいしょとここまで行けると。これなかなか見つからないですけど、ここを上がっ
でくるっとこう来たところに、はい宝箱がありますね。全然知りませんでした知ってる人はね、オリジナル遊んだ人で知ってる人はいるかもしれないですけど、これを開けます。ザザーンと、銀のルピー100ルピーですね。これですね、実は、このゲームってその3日間を何度も繰り返すゲームですけど、初日に戻る、ね、オカリナを使って初日に戻るんですけど、そうするとこのルピーが復活してます。ってことは先ほどお伝えしましたけれども、このルピーを銀行屋さんに、銀行屋さんって言わないか、銀行にですね、預けておくと、預けてまた初日に戻るとまた100ルピーがあそこに眠っているといった形で、ここにどんどんお金を預けていくとね、腎臓にお金が貯まっていくわけですね。毎回その、リセットしなきゃいけなかったりとか、それまでやってることが全部そこにまた消えちゃいますから大変なんですけど、一回こういろんなことやってまた町に戻ってきて、さあお金預けなきゃいけないぞってなったら、宝箱を開けに行くとか、そんな形で遊んでいただけると非常に楽になっていいんじゃないかなと思ってましてですね。はい。では今日は、クロックタウン、お送りしました。次回はですね、このクロックタウンにあります一つ一つのお店、今日はですね本当に時間がなかったのでざっとご紹介する程度でしたけれども、そこをに入ってですね、実際にそのミニゲームなど遊びながら、また皆さんにその遊びをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。